はい、皆さんこんにちは、まゆです。お元気ですか？このポッドキャストでは日本人の私が普段家族や友達と話すような自然な日本語でお話をしています。だからスピードもあまり遅くしていません。自然な日本語に慣れていってほしいんですね。少し難しいと思うかもしれないけど、単語やイラストでフォローしていきますね。さて、今日のお話は日本に住んでいたら当たり前だけど、みんなにとっては新鮮に感じられるようなこと。そんなことをお話ししようかなと思っています。この前、日本に留学に来ている女の子の YouTube を見たんですね。自分の国に来てくれること。あと、その言語を学びたいと思ってくれること。これはすごく嬉しい気持ちになりますね。日本語って特に日本でしか使われていない。もしかしたらすごくマイナーな言語とも言えます。だから日本人はみんな自分たちの言語に対して少し謙虚なんですね。謙虚っていうのは偉そうじゃない、控えめなっていう意味ですね。英語や中国語みたいに学んでいる人の人数が多くない言語、そういうことを分かってます。それに英語に苦手意識を持っている人も多いです。だから母国語の日本語以外を話せる人っていうのはすごく少ないんですね。だから第二言語を学ぶ人へのリスペクト、偉いな、すごいなっていうそんな気持ちもあります。だからよく観光客の方が少しでもね、ありがとうございます、美味しいですって言ってくれたりすると、日本人って一気に笑顔になりますよね。すごく嬉しいものなんですね。だから私も見るんですね。その日本に留学に来ている人たちの YouTube、やっぱりね、つい応援したくなります。はい。よく見させてもらってるんですね。で、前回の動画でね、もし自分が外国人の立場として美容室に行ったらきっと緊張するだろうなーっていう話をしたんだけど、それもそういった方々のね YouTube を見たから気づいたことなんですね。で、その中で女の子がゴミの分別、ゴミの分別がまだ難しいっていう話をしていたんですね。で、なるほど、そうか、確かにそうだよなって気づきました。もう私たちの暮らしの中には分別っていうのはね、当たり前にあるんですね。だから家だけじゃなくって、マクドナルドとかスターバックスみたいなメジャーなチェーン店、そういうお店、あと外食に行ってもそこには必ず分別があります。どこまで細かく決められているかっていうのは場所によって変わります。だから前に住んでいたところは楽だった。つまり分別の決まりが厳しくない。そういった決まりごとね、ルールが厳しくないときはね、緩いって言いますね。だからルールが緩い。前は分別のルールが緩かった。でも引っ越したらすごく厳しくなった。そんなことがね、よくあります。で、日本の中でもだから統一されていないんですよ。一緒じゃないね。ややこしいんですね。そうだから、じゃあみんながね、日本に来たとして、で、私たちがいつもやっている分別を分けるのをちょっと想像しながらね、イメージしてください。今から一緒にちょっとやってみましょう。じゃあ行きますよ。はい。じゃああなたは日本に来ました。
ね。で、喉が渇いたな。ペットボトルの飲み物を買おう。で、せっかく日本に来たんだし、お茶にしよう。ね。緑茶のグリーンティーのペットボトルを買おう。おやと。そしたらそこにね、自動販売機があって、これが噂の日本で有名な自動販売機だ。よし買ってみよう。ピッって出てきて。で、ごくごく飲みます。ごくごくごく。美味しい。はい。ね、飲み終えました。ゴミです。どうやって捨てよう。で、するとね、駅のホームにゴミ箱があるのを見つけました。ラッキーですね。さあ、捨てましょう。そのまま、ゴミ箱に、ポイですか？ゴミをね、捨てるのを、ポイするって言います。よく、ポイって、ポイ、ゴミポイ。こんな感じですね。ポイする。そう。で、そのまんま、このお茶のペットボトル、空いたやつをポイする。これも、できないことはないです。別に注意されないしね。で、補足すると、これは私がとっても、日本の便利なところだなーって思うところなんだけど、日本は駅のホームとかトイレとかそういう公共の場、みんなが使う場所ですね。そういう場所にはゴミ箱がちゃんと置いてあります。はい。で、自動販売機の横にはペットボトルとか缶、それのね、専用のリサイクルボックスがあるんですね。で、東京の渋谷とか、あと大阪市、一部の都市では自動販売機を設置する、置く場合は、リサイクルボックスを置かなきゃいけない。横にね、要はその辺に捨てないようにみんなが。そういうね、決まりがあるそうです。義務付けられているんですね。だから、ゴミ箱を見つけたら、そこにね、ポイッと捨てる前に、周囲に、リサイクルボックスはないかなーって、ふと見回してみてください。はい。で、話を戻してですね、リサイクルボックスを見つけたとしましょう。で、あった。そこにポイ。で、これで正解と思うじゃないですか。ね。でもね、違うんですよ。何か忘れてるんですね。なんでしょう。まずね、ラベルです。これはちょっと麦茶なんだけど、この外側のこのラベルですね。この飾りね。これです。これを、剥がしましょう。このフィルムをね。で、このキャップを外して、で、キャップ入れがあれば、そこに入れてください。ないこともあります。で、ペットボトルだけの状態にして、そのリサイクルボックスの中に入れるんですね。で、もしこれを家で捨てるのであれば、さらに中身は洗ってから出す必要があります。で、もちろん、外にいる間に、ゴミが出た時にも洗った方がいいけど、さすがにそこまでしている人も日本人の中にも少ないのかなとは思います。はい。じゃあ次です。次はお弁当を買いましょう。イメージしてくださいね。お腹が空いたな。でも料理するのはめんどくさいな。でも外食はちょっと高いし、じゃあお弁当にしよう。そういう時ありますね。で、いただきます。ね、食べます。食べ終わりました。お腹いっぱい。ごちそうさまでした。さあ、ゴミです。ね、目の前にお弁当を食べた後のゴミがあります。家にいるから分別しないといけないですね。じゃあ、ここからどうやって分別していきましょう。まず、割り箸ですね。これは燃えるゴミでいいですね。その後です。トレーと蓋ですね。お弁当が入ってるね。これは燃えるゴミですか？違うんですね。これがね、普通の食器と同じように、まずはね、洗剤をつけて洗います。はい。軽くね、
軽く洗うことをさっと洗うって言うんだけど、別にね、洗剤をつけなくて洗ってもいいです。水洗いって言います。水洗いでさっと洗ってもいいです。でも、私は、油がね、結構ギトギトに、ベタベタについてると嫌なので、洗剤をつけていつも洗います。はい。そして、洗い終わったトレイをね、こうやって、振ってね、水気を切ります。乾かしやすいように、水を飛ばすことをね、あと、洗ったものを置いとくとかありますよね。ああいうの水気を切るって言うんですね。水気を切ります。だって、びちょびちょだとね、乾きにくいですからね。そして、最後、プラスチックゴミ。プラゴミなんて言いますね。このプラスチックゴミとして、燃えるゴミとは分けて、プラゴミの日に出します。はい。こんな感じですね。で、ゴミはね、出せる日が決まっています。だいたい燃えるゴミは週に、2回が多いかな。生ゴミね。野菜の皮とか、やっぱりちょっと置いてたら匂いが出るもの。ああいうものを生ゴミって言います。だから生ゴミも燃えるゴミなので、やっぱり週2回ぐらい来てくれないと臭くなっちゃいますよね。で、さっきのプラゴミ、プラスチックゴミ。これは洗ってあるっていう前提なんですよ。だってみんなね、さっきみたいにああやって洗って乾かして出すから。そう。だから、ある程度置いてても匂いが出ないですよね。臭くないです。だから、だいたい週に1回くらいですね。来てくれるのが。で、燃えないゴミ。なんか、針金とかさ、あんま出ないけど。わかるよね。燃えなさそうなゴミ。そういうのは、2週間に1回ぐらいですかね。で、2週間に1回ね、2つの週のうちの1回。こういうのをね、隔週って言います。これすごくよく使う言葉なので、ぜひ覚えておくといいと思います。燃えないゴミは隔週です。みたいにね、言ったりします。はい。で、あと、瓶、缶ですね。この辺は月に1回。多くて2回かな。くらいですね。こんな感じです。これをね、やっぱり覚えておくのが結構大変なんですよね。ついつい忘れてしまうことがあります。だからうちなんてもうよく朝ね、夫が子供を学校まで送るんだけど、歩いて。その時に周りの家がね、朝に出しているゴミを見て、大変だみたいな。今日は瓶と缶の日だぞみたいな、LINE が来てね。で、私も、そうなのみたいなんで気づいて、バタバタと準備をして出すっていうことがよくあります。瓶とか缶っていうのは、もう月に1回だから、忘れちゃうと、もうね、しまったーって、うっかりしてたーってなるんですね。なります。本当に残念な、ブルーな気持ちになります。忘れたら。はい。あと、出すためのね、ゴミ袋も、どんな袋でもいいっていうわけじゃないんですね。住んでいる場所の決まった指定のゴミ袋に入れて出さなければいけないっていうのもあります。だいたいゴミ袋のところに何々市ってね、住んでる市、そしてそれの指定のゴミ袋ですっていうのが書いてます。それに入れないと持って行ってくれないですね。で、だいたい透明になっていて、だから見える範囲だけど分別のルールがちゃんと守られているかっていうのも見られていますね。あとは変なものを捨てていないか、そういうのをゴミ収集の仕事の方がチェックして持って行ってくれています。日本はね、こんな風にね、
すごくゴミのルールが本当に細かいんですね。だからそれを守れてるか守れていないかみたいなのでね、結構地域のカラーが出るそうです。そういったねゴミの収集から見えてくる日本のねあるある、よくある特徴とかね、ゴミの特徴、そういうのをねネタにしている日本のコメディアンの方がいます。はい。日本には漫才っていうさ、こういう二人でやる掛け合いのお笑いね、コメディ、そう日本独自のコメディがあるんだけど、その漫才をしている二人ね、そういうコンビ名、二人のコンビの名前をつけるんですね。それがマシンガンズっていう漫才コンビがいて、それのね滝沢さんっていう方ですね。彼はねゴミ清掃芸人そうゴミ清掃コメディアンとしてねとっても日本で有名です。で芸人さんとしてね働きながら10年以上ゴミ収集の仕事をされてるんですね。でこの人の話がね、ゴミってやっぱりみんなに共通する話題だから結構面白くて、日本人の中でも人気なんですね。概要欄にねちょっと参考のリンク貼っておきますね、その方が話されてるの。でその滝沢さん曰く、芸人さん曰く、ゴミには人柄が現れるらしいんです。でどういうことかっていうと、なんとお金持ちになればなるほどゴミが少ないらしいです。そうお金持ちのねエリア、いろんなエリアで仕事をされてることがあるみたいなんですけど、そのお金持ちのエリアに行くほど本当にゴミが少ないと、言ってました。その芸人さんはねその様子を修行僧かなんかと思うくらいなんですって言って笑わせてました。その修行僧っていうのは、つまりあの人たちは欲、私たちのああいうものが食べたいとかさ、こういうのが欲しい、そういう欲っていうものから一番離れたお坊さん、お寺のね、あとは飲まず食わずでね食べない、飲まない、で自分を律する、制限する、そういうファスティングみたいなそういう修行をしている人そういう生活をしてるんちゃうかっていうのをねジョークで言ってましたね。それくらい全然ゴミが出ないそうです。少ないそうです。でもこれってすごいそうなんだって日本人の中でも話題になったんですね。そしてね、一般的な家庭、いや普通の家庭に行くほどゴミが増えるそうです。まあでもちょっとわかるよねわかります。100円ショップってみんなわかるかな。100均です。日本で大人気ですね。商品のすべてが100円、安いっていうお店なんです。でもああいうところで買ったものが普通のね家庭のエリアに行くとたくさんゴミとして出ているそうです。例えばグラスとか、あとお茶碗とか、100均で見つけて、可愛い、安いし買っちゃおうと思って買うけど、その分ね安いから、まあ100円だからもういいか捨てちゃえって言って捨ててしまう。なんか想像できますよね。あと子供のプラスチックのおもちゃとかね。あとはね、最近は洋服もたくさん捨てられるようになっているそうです。まあ昔に比べてファストファッションがね普及して広がって、やっぱり洋服っていうのは本当に安くなりましたよね。だからまあ安かったし、また来年買えばいいかっていうのでポイって捨ててしまう。なんか以前の動画でも話したけど、やっぱり家をすっきりさせるためにはね、
断捨離も必要ですよね。そう、断捨離も必要なの。だから捨てる。でもゴミの清掃員さんからしたら、やっぱりまだまだ着れるっていう服がすごいたくさん捨ててあるように見えると。そう、なんかこういうのって暮らしてる私たちは何気なく捨ててるんですよね。何気なくっていうのはこう自分で気がつかない、特に意識していない、気づいてない、なんかそういう意味です。だから気にしてない間に、無自覚にとも言いますね。無自覚にゴミをたくさん捨ててるんです。そう。でもさ、そのゴミ清掃員の人ってそれをすごいね、あそこはこうだなとか、今日はこんなゴミが多いなとか、客観的に見るでしょ。だからそういうことにすごく気づくって言ってました。はい。面白いですよね。ご自身の価値観もすごく変わったそうですね。なんかね、お金を出してゴミを買っていることに気づいたって言ってましたね。もう、なんか庶民としてはね、こう、チクチク。なんか自分にもなんか、これちょっと当てはまるとかあるなっていうのを感じるような、ものがありますね。なんかそういう感覚、まるで自分のことをちょっと言われているような感じがして、あるあるだなって言いますね。そういう罪悪感が芽生える。そんなのをね、こう、耳が痛い話ですって言いますね。耳が痛いですって。あとね、流行もわかるそうです。流行っているもの。そう。ある時には日本で高級なシャワーヘッドが流行ったことがありました。このシャワーヘッドってシャワーの先端につけるやつね。こう、簡単に付け替えられるんだよね。あれって先端こう取ったら。そう。で、このシャワーヘッドに変えると、こう、毛穴の汚れがね、水だけで取れたり、肌が綺麗になると。そういう CM が流れて、すごくシャワーヘッドが流行った時期がありました。で、そんな時期には、いわゆるお金持ちの、こう、富裕層の人が住むエリアでは、古い、普通のシャワーヘッドがね、こう、次から次へと捨てられていたそうです。きっと、そのシャワーヘッドも高いから、長く使えるんでしょうね。使われるんだと思います。そう。そんな風に、こう、ゴミはね、人間っていうのをすごく表しているそうです。だから、きっと誰にも見られないところで、こう自分で捨てるものだからでしょうね。本性がこう出る。で、やっぱり日本はすごく分別が厳しいから、これらをね、すべて守っているっていうだけでも、やっぱりきちんとした人、だろうなって思います。で、実際、セルフネグレクトっていう言葉があります。心の病気ですね。セルフネグレクト。そう、自分でこう自分をいじめてしまうような、あるいは、とっても汚い、こう、不衛生な環境に、あえてそれを放置しちゃう。そういう、心の病気です。なんかそういうのは、このゴミが捨てられなくなったっていうところからスタートすることが多いそうなんですね。さっきイメージしてねっていうので一緒にやったみたいに、こうコンビニでペットボトルとかお弁当を買ってきて、で食べるまではできる。けど、その後にゴミを捨てるっていうところでつまずいてしまうんですよね。これが何ゴミなのかを判断して、で、洗って乾かして、で、さらにそれを指定のね、曜日の朝に出す。しかも、こう何曜日って決まっていない、こう、ゴミの日もあって、そういう風になると、やっぱり、例えば一人暮らしをしてて、あと夜働いてるとかね、夜勤って言います。夜働くこと。夜勤をしてる。そういう人だともっと大変ですよね。
夜のうちからゴミを出しておくと、それはね、怒られる場所もあります。だから朝に起きて朝の9時までにゴミを出さなきゃいけない。それがね、当たり前としてこう求められる、そういう社会なんですね。でもきっとこうね、いろんな事情があって、その当たり前のことっていうのがどうしてもちょっと苦手だったり、こうできなくて苦しいっていう人もいますよね。私も結構ズボラというか、忘れっぽい、うっかりしてる、ことがよくあります。だから日本の分別のルールを守るっていうのはちょっと頑張ってやっているっていうところがありますね。はい、ということで今日は日本のゴミの分別についてのお話をしました。で、日本ならではのね、こうルールの厳しさ、あと細かさ、そういうところからこう人間性までね、ちょっと見えてくるよっていうような、ただのゴミ捨てなんですけど、意外と簡単な話じゃない、こうなかなか奥が深いテーマだったのかなと思います。ふむなるほどと思ってもらえると嬉しいです。でもまずはね、もし旅行で日本に来たら、その公共の場にあるゴミ箱にゴミは捨てる、もうね、これだけ守ってもらえたらマナーとしては大丈夫だと思います。はい、それではここまで聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。